本当の量子消しゴム実験。疑似科学を一刀両断量子消しゴムと呼ばれる実験があります。これは、経路測定と干渉島が両立しないことを示しています。ネット上では、経路測定結果を後から消すと干渉島が復活すると説明されている場合が多いですが、それは真っ赤な嘘です。経路測定してしまった場合は、どうやっても干渉島が復活することはありません。経路測定しなかった場合のみ干渉島が復活可能です。遅延選択量子消しゴム実験。スリットを通過したレーザー光線は、BBO では、自発的パラメトリック下方変換により、量子もつれ状態の2つの光に分かれます。装置の上側に向かった光は、検出器 D0 で検出されます。D0 は、X0 方向に動かすことができ、座標 X0 に応じた検出数を記録できます。この座標 X0 に応じた検出数を視覚化すると、通常の二重スリット実験そのものになります。経路測定する場合は、装置の下側に向かった光を BSA と BSB で反射させるので、経路 A を通った粒子は D4 で検出され、経路 B を通った粒子は D3 で検出されます。量子もつれ状態の一対の粒子は、どちらも同一のスリットを通過するならば、D3、D4 で検出した結果は、D0 で検出した粒子の経路を表します。ここで、D3 と相関する D0 の検出結果を R03 とし、D4 と相関する D0 の検出結果を R04 とすると、経路測定した場合の二重スリット実験の結果である R03 たす R04 は右図のようになります。スリット直後の BBO を通過する際に、波の位相がランダムに乱されるので、二重スリット実験特有の干渉島は現れなくなります。その結果、経路測定と干渉島が両立できません。なお、R03 と R04 を分離抽出しても干渉島は現れません。経路測定には様々な方法が考えられていますが、どういうわけか、どの実験でも経路測定すると干渉島が得られなくなります。これは量子の相補性と呼ばれる性質です。位相測定する場合は、装置の下側に向かった光は、BSA と BSB を透過させます。BSA から MA と BS を反射して T1 に到達する経路と BSB から MB を反射して BS を透過して T1 に到達する経路長が同相。同様に AB 両経路から D2 に到達する経路長が逆相となるように装置の位置関係が調整されています。そのため T1 ではAB 両経路の初期位相差が0度に近いほど検出確率が高くなり、D2 では AB 両経路の初期位相差が180度に近いほど検出確率が高くなります。量子もつれの対同士で初期位相が同期していれば、装置下側での AB 両経路の初期位相差と装置上側の AB 両経路の初期位相差が等しくなります。その結果、R01 と R02 を分離することで、AB 両経路の初期位相差別の結果を抽出することができます。位相測定した場合の二重スリット実験の結果である R01 たす R02 は、先ほどの R03 たす R04 とほぼ同様となります。ここで R01 と R02 を分離すると、なんと、干渉島が抽出できます。この原理は、先ほど説明した通りです。R01 たす R02 は、位相が乱されたままなので、干渉島が見えません。R01 と R02 を分離すると、初期位相差が0度に近い結果と、180度に近い結果が抽出されて、それぞれ逆パターンの干渉島が現れます。言い換えると、R01 たす R02 や R03 たす R04 は、逆パターンの干渉島がお互いに相殺することで干渉島が見えなくなっていたと言えます。D3、
D4 による経路測定を行うと干渉島が復活できませんが、D1、D2 による位相測定を行うと隠れた干渉島を抽出するために必要な情報が手に入ります。干渉島がないことは、干渉がないことを示しません。水面下の隠れた干渉島を抽出するだけなので、何も不思議なことは起きていません。経路情報と干渉島が両立できない原因は、1個の光子が D1、D2、D3、D4 のいずれか一つでしか検出できないからです。その結果、1個の光子に対しては、経路測定か位相測定のどちらかしか行えません。位相測定を行わないと隠れた干渉島を抽出するために必要な情報が手に入りません。だから、経路測定すると干渉島を復活させることができません。なお、遅延選択であるためには、スリット通過後に経路測定をするか位相測定をするかを人為的に選択する必要がありますが、この実験では、ハーフミラーによる自然の確率に委ねており、その点では厳密さを欠きます。ただし、そのことが実験結果を左右する余地は乏しいので、ことさらに問題にする必要はないでしょう。興味深いことは、この実験でも、経路測定と干渉島が両立できない相補性が成立していることです。どういうわけか、どんな実験であっても、経路測定と干渉島が両立できません。これは量子力学特有の性質です。二重スリット量子消しゴム実験。アルゴンレーザー光線は BBO で自発的パラメトリック下方変換により量子もつれ状態の2つの光に分かれます。装置の下側に向かった光は4分の1波長板を通った後、2つのスリットを経て検出器 DS で検出されます。DS は X 方向に動かすことができ、座標 X に応じた検出数を記録できます。この座標 X に応じた検出数を視覚化すると、通常の二重スリット実験そのものになります。QWP1 と QWP2 を通った光は、それぞれ逆回転の円変更となります。円変更の回転方向は、光子のスピンと1対1で対応する値なので、スピンを測定すると、円変更の回転方向がわかります。DS で光子のスピンを測定すれば、どちらのスリットを通ったか特定できる、という理屈です。しかし、実際にはそうはなりません。なぜなら、二重スリット実験では、スピンを含めた測定値は、どちらか一方を通過した波動関数によって決まるのではなく、両方のスリットを通過した波動関数の合成によって決まるからです。そうでなければ干渉島は生じません。よって、DS での光子のスピンの測定結果は、各スリットの円変更の回転の向きに1対1で対応した値にはなりません。その結果、光子のスピンを測定しても、どちらのスリットを通過したのかは特定できません。興味深いことは、このような経路因として全く機能しない経路因もどきを付加しても干渉島が消えることです。これは、2つの逆回転の円変更の干渉結果が、変更の向きだけを変えて、強度を変化させないせいです。強度が変化しなければ、光子の検出確率も変化しないので、干渉島は現れません。円変更は、互いに、位相が90度ずれた縦変更と横変更の合成です。ここで、両経路とも縦変更のみ、もしくは、横変更のみの成分を抽出すると、縦変更と横変更でお互いに相殺されていた干渉島が抽出できます。装置の上側に向かった光は、変更板を経た後に DP で検出されます。DP での検出と相関の取れるデータのみを抽出すると、量子もつれの不思議な作用により、両経路とも縦変更のみ、もしくは横変更のみの成分を抽出したのと、等価な結果が得られます。どちらが抽出されるかは、変更板の向きによります。
先ほどの遅延選択量子消しゴム実験と似たような結果になりますが、こちらの実験は、経路測定に失敗している点が違います。以上の説明には、科学と疑似科学を取り違えるような大きな間違いはないはずですが、内容の正確性は保証しません。これを作成するために参照した資料の一覧を示します。ナレーションはボイスロイドプラス、ゆずきゆかり EX さんでした。